今回は、バンブースタジオのツールバーの操作について見ていきましょう。まずはバンブースタジオのホーム画面よりプロジェクトを作成ボタンをクリックしプレートを表示します。そして、プレートにモデルを追加します。今回は、ドラッグ&ドロップでモデルをインポートします。フリーCADで作成されたモデルは、ジアメトリのみの読み込みが行われます。この画面を大きくしたり、小さくするのは、マウスホイールを前後に動かすことによって行うことができます。また、視点を変更するには、マウスの左ボタンをクリックしたままドラッグすることにより行うことができます。このように、プレートの角度と方向を変更することができます。左下には、座標軸と向きを選択するツールが表示されています。例えば、トップを押すと上から見た視点となります。斜め方向から見るには、こちらのアイコンをクリックします。それでは、正面からの視点に切り替えてみましょう。このように、視点切り替えツールを使って、見る方向を変更することができます。それでは、ツールバーの左側より説明をしていきます。このアイコンは、モデルを追加するものです。先ほどは、ドラッグ&ドロップでモデルを取り込みましたが、このアイコンを押すとダイアログが表示されモデルのファイルを選択することができます。それでは、こちらのモデルをインポートしてみましょう。すると、このようにプレートにモデルを取り込むことができます。操作の取り消しは、左上の矢印をクリックすることによって行うことができます。次に、このボタンはプレートを追加する操作を行うものです。このボタンを押すごとにプレートが追加されます。それでは、操作を取り消しておきましょう。次は、自動向き調整です。このボタンを押すと、選択したオブジェクトのいくつかの特徴に基づいて、配置に最適な面を検出し向きを調整します。この向きを手動で選択したい場合には、こちらの底面選択をクリックします。すると、このようなマークがモデルに表示されますので、底面に設定したいマークをクリックします。例えば、このマークをクリックしてみましょう。すると、この面が底面となります。それでは次にこのモデルの複製を取ってみましょう。このモデルの上で右クリックすると、このようなメニューが表示されます。この中より複製を選択します。すると、このような画面が表示され、複製数を指定します。例えば、ここで参考を指定してみます。するとこのように元のモデルの周りに、複製したモデルが作成されます。このモデルを移動するには、選択された状態でマウスでドラッグすることができますが、全体を移動するにはコントロールと A を押しすべてのモデルを選択して、移動アイコンで移動させます。このように、全体が選択された状態で、移動アイコンをクリックすると矢印が表示されます。そこで、矢印をドラッグして動かすと全体の移動が可能となります。次はレイアウトアイコンです。これは複数のオブジェクトをプレート上に自動配置するツールを提供しています。ワンクリックで多数のオブジェクトをきれいに配置できます。このアイコンをクリックすると、このような画面が表示され、オブジェクト間の間隔や、その他のオプションを選択することができます。この状態でレイアウトボタンを押すと、自動的にレイアウトを行ってくれます。この場合、オブジェクト間の距離は自動的に決まりましたが、手動で変更することもできます。それでは、間隔を指定して実行してみましょう。オブジェクトの選択を解除するには、こちらの×印のアイコンをクリックします。次は、
ロックアイコンの機能を見ていきましょう。ロックされてない状態では、自動向き調整を行うことができます。それでは、ロックボタンを押して、もう一度実行してみましょう。この状態で、自動向き調整ボタンを押してみます。すると、このようにこのプレートはロックされています。自動向き調整ができません。とメッセージが表示されます。このアイコンをクリックすると、プレートがロックされ、自動配置や自動方向調整機能によって、そのプレート上のモデルが移動したり向きが変更されたりするのを防ぐことができます。これは、手動で配置や向きを微調整した後に、それらの設定を保持したい場合に便利です。次は回転ツールです。モデルを選択した状態で回転ツールをクリックします。すると各軸方向に円形のガイドが表示されます。回転したい方向の三角錐を選択し、ドラッグしてやるとモデルを回転することができます。最後に拡大縮小機能スケールについて見ていきましょう。モデルを選択した状態で、スケールアイコンをクリックします。するとこのように、モデルの四角と上部に小さなハンドルが表示されます。このハンドルをドラッグして拡大縮小することができます。表示したダイアログより均等なオプションを外すと、一方向のみの拡大や縮小を行うことができます。また、数値によりスケールの指定も可能です。スケールをキーボードより指定してみましょう。ここでは150を入力します。次は均等スケールオプションを外して操作してみましょう。Y 軸方向を 200% に設定してみます。このように、ダイアログのオプションを変更したり、数値を入力することによって、微細なスケールの変更を行うことができます。